こんにちは。こう見えて日本生まれ育ちの幸子です。私は和洋の狭間で育ったがゆえになかなか普通というカテゴリーに属さずに育ちましたが、絶対に自分は一人じゃないと信じて、現在は当たり前とされる普通という概念の枠組みから飛び出して自分らしく生きる人やストーリーを探しながら旅をしています。本日は私と同じくサードカルチャーキッドとして育ったゲストと、ちょっぴり変わった子供時代や大人になった今の視点について語り合います。こんにちは。今日も幸さんにお越しいただき誠にありがとうございます。今日も特別なゲストをお呼びして、すごく貴重なストーリーが皆さんにお届けできるかと思います。今日のゲストは東京在住のアリさんです。アリです。よろしくお願いします。で、アリさんはこういうイケメンな方なんですけど、日本人に見えませんよね。っていうのも彼日本生まれなんです。はい。自己紹介お願いします。インドとパキスタンのハーフで、生まれが埼玉の大宮。もう完全に生まれも育ちもずっと大宮でいらっしゃるんですか？本当に厳密に言うと、僕はお笑い芸人やってて、お父さんがインド人でお母さんがパキスタン人で、2人が愛し合った結果、埼玉の大宮で生まれましたっていうつかみがあってでそれを言うために言ってるんですけど、本当厳密に言うと10ヶ月でパキスタンから日本に来て、なるほどなるほど。だから物心ついた時から埼玉にいるから、まあ大宮生まれでいいんじゃないかと。もう説明が長くなっちゃうからほぼ人生すべて日本で育ってるっていう。そうですね、まあ、海外行ったことないんで、生まれたての時にちょっといた時から、自分の意思で行こうっていう風にはなってないから。なるほど。今のところ一番遠くて沖縄しか行ってないからそうちなみにこういう質問もいきなりあれなんですけど、はいはい、日本国籍はお持ちなんですか？日本国籍に持ってないんですよ。持ってなくて、パキスタン国籍で今何個か書類は集め始めてて、ちょっと国籍取った方が今後ずっと日本に多分いるから、もう住みやすいってことで今動いてるんですけど、パキスタンの国籍だと行ける海外の国が30カ国ぐらいしかなくて、日本だと180行ける最強パスポートって言われてるから、そうですよね。取りたいな。まあそれはじゃあもう完全に有利だっていうので、自分がなんかこう日本人だとかパキスタン人インド人だっていうところのアイデンティティとはあんま関係ない感じ。まあでも正味あんまやっぱ母国に着がないわけじゃないけど、やっぱ日本の方が育って暮らしたから気持ちは日本人かなっていう。日本人より日本人だねって言われることも多いし。ありますよね。私もそれ言われます。アリ君が言う母国っていうのはパキスタン？生まれはパキスタンだから一応まあそうなるのかなっていう。そこの母国とか祖国とかいろんな言葉があるから、まあそこの定義も人それぞれなのかなと。ああ確かに。聞いてみます。はいはい。まあ日本でずっと過ごしているということで、その子供時代はどうなんだろう。一般的な日本人っていうのはちょっと違う気がする。そうですね。僕今年で34の年なんですけど、まあ、平成元年生まれ。当時小学校の時ってやっぱ埼玉だったし、もう30年近く前でやっぱ外国人がほぼいなくて、ってなるとやっぱ浮くんすよね。こんだけ顔が濃いから。小さい時ってデリカシーなかったり、思ったこと口に言っちゃうっていう小学生の典型的なあれで、鼻高えなとか顔濃いなとか、なんかそういうのはこう言われたりとか、別にいじられぐらいの感覚で、人によっては過激な、例えばインドとパキスタンのハーフだからお前カレーくせえよとかいじってくるタイプのやつと、もうこれは愛がないいじりだなっていうのは分かってたから、ちょいちょいそういうのはあったりして、でもなんかこいつらに負けたくねえなっていうのがあったから言い返してたりとかして、外人外人とかってやっぱ言われるから、うっせえ俺から見たらおめえも外人だよっつって、なるほどね、そうそうそうって戦ったりとかして、靴隠されたりとかもあったから、うざと思って。でも犯人突き詰めて喧嘩してわーって戦ってたから、最終的に自分の方に歩み寄ってくるようにはなったけど、でもそれがみんなできるわけじゃないから。私逆に言われて結構シューンってなって影消そうとしてた派だから、そこのなんか勇気めっちゃ尊敬するけど、もうなんかそういう性格だったのかな、もともと。まあなんか負けず嫌いで、絶対負けたくねえわと思って、サッカーとかもそうだけどスポーツとかも全部絶対自分より上手いけど、いや俺の方が上手いっつって上手くないのにそう言うっていう、それ今もその感覚が残ってて。なるほど。自分は日本人っていう感覚だった。外人って自覚はしてるんだけど、気持ちは日本人だからっていう風にはずっと言ってた。いや俺好きな食べ物ホッケだからっつって俺焼き魚とかすごい好きで、まあ、寿司も好きだし、いろんな外国のものとかも全部食べるし美味しいと思うけど、一番やっぱ安心するのは日本食かなって、なんかその感覚はあるから。もちろんケバブとかカレーとかもインドカレーとかも美味しいなと思うけど、食べ飽きないなと思って。
日本食確かに美味しいよね。そうそうそう、まあ給食とかをね食べてきたから、多分その小さい時の味覚がそのままあるから。周りとまあ違うっていうところで、はいはいはい。まあさっきも言ったけど、私結構シュンとなっちゃうタイプ。はい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 。で、アリ君は結構、うまっってもう負けず嫌いで、はいはいはい俺もってタイプ。はいはいはい。そこの、まあ、源がどこだったのかっていうのと、そういうなんかこうパワはい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 。ーになるなんかものってあったのかな。辛い時に頼りにしてたものとか。一個はもともとうちそんなに金なくて、その貧乏がゆえにこのなんつうんだろう、ハングリー精神じゃないけど負けたくないっていうなんか奥底からシンプルに出てきたものと、あと仲良かった友達が一人いて、そいつが沖縄出身で外国人ともともと関わりがあるタイプのやつで、そいつは歌とか俳優とかも全部外国のものが好きで、毎回そいつが会うたんびに言ってくれたのが、いやお前は今こういう感じかもしんないけど、20歳になったら絶対にイケメンイケメンって言われて女からモテるから、時代がお前に追いつく時が来るから、今は別に何とも思わず普通に過ごしてればいいよっつって、俺別に好きだし嫌いなやつなんてほっとけばいいじゃんって言われてたから、あ、なるほどなと思って、でそいつの言葉を毎回かけてくれたから、まあそのままなんだろうな、気にせずいけたのかなっていう。今はお笑い芸人してるっていうそう、これユニークなストーリーだと思うんだけど、最初高校卒業して3年間アサヒ飲料で自動販売機の補充員で働いてて、すごい肉体労働で朝早い夜遅いきつい、まあ給料は良かったんだけど、でもなんか給料良くても俺面白くないなと思って、で人生つまんねえなと思ってた時に、その配達先の尚美学園大学ってところの守衛の人、受付のおじさんが、お前さ顔いいんだからさ、なんか芸能関係やれよみたいなこと言ってくれて、そんなハンドル握ってる場合じゃねえよっつってで言われた1週間後ぐらいにサッカーがあった時に、まあ今解散しちゃったけど、その元相方がそこにいて、その元相方もグローバルでアメリカにホームステイとか行ったりなんだりしてて、英語もペラペラで、外国人興味あったから何してんのって言って、いや社会人やってますっつって、生い立ちはって言って、インドとパキスタンのハーフで大宮生まれですっつったら、いや面白いみたいな、お前芸人になるために生まれてきたんだよとか言われて、いやいや俺全然喋りとか下手っすよみたいなことを言って、でもやった方がいいよみたいなことやって、とりあえず一回飲み行こうよっつって、みんなでこう飲んだ時に相方がなんかお酒こぼれた時になんかその、うわこぼれたとか言って、その自分のかけてたメガネでお酒のこぼれたやつこうやってすくったりとかしてて、うわめっちゃつまんねえなこいつと思って、でつまんなくても芸人になれるんだって思って、ここで面白かったら俺はうわ無理っすってなってたけど、そのつまんなくてもなれるんだっていう勇気を与えてくれて、自分のこと面白いと思ったこと一回もなかったから、でじゃあやってみたいっすって言って、じゃあとりあえずコンビ組もうか、会社も芸人やりたいから辞めますって言って、でも最初は正直収入も減るし安定とかないからすごい怖くて、世間の目とかみんなはこう働いてんのにあいつバイトしてるぜみたいな、なんかいろんなそのなんか世間の目を外国人が気にしててまあでもなんとかこう踏み切ってやりだしたら、初めて舞台立った時に今までそのインドとパキスタンのハーフっていうのはすごい嫌で、人前で言うのとか、うわインド人みたいな、アジアってやっぱこう下に見られる傾向があるから、やっぱりそれこそイングランドとかイギリスとかイタリアとかスペインとかってかっこいいし、日本人が好きな国だから先進国だし、そういう国で言ったらよかったなと思ったけど、芸人の舞台上でそれ言ったらめっちゃウケて、でえってなって、うわ嬉しいわと思って、その芸人始めてよかったなって、そのコンプレックスでずっと抱えてきたものが、そこで初めてこう受け入れられたっていう喜びが出たから、じゃあまだまだコンプレックスいっぱいあるからこっからどんどん舞台上で晒していこうと思って、まあそこから芸人にもうハマってって感じかな。まず会社員から先が約束されてない、その生活に突入できた心持ちというか言動になったものがあったら教えてほしい。小さい時とかにこの好きなことをあんまりできなくて、習い事するとか、大学入るとか、例えば誕生日プレゼント買えなかったとか、そういうのがちょっと溜まってて、大人になった時って自分で全部生活するから好きなことして生きていきたいなと思って、で正直いつ死ぬか分かんないし、まあ現にすごい仲良かった人が交通事故で死んじゃったりとかもしてるから、そういうのもやっぱ身の回りで起きてるから、もう今を生きた方がいいなってそこで思って、芸人本気でやってみるかと思って。あと俺いろんなことを好きで、昔からいろんなことをやってはやめてやってはやめてやってはやめてっていう、その一個のことを続けてこれなかったっていうのもあって、一個のことを続けて極めてみたいなっていう思いもあったから、
芸人をとりあえず頑張ってやってみようかなと思って、でなんだかんだもう13年目、濃密な年もあれば活動が弱かった年もあるから、13年果たしてみっちりできてるのかどうかっつったらあれだけど、やっぱ辞めてく人をねすごい見てて、家庭ができたとかお金がきついとか、その辞める理由って多分人によって違うし、理由つけて辞めれるってのはあるけど、もう辞めたら終わっちゃうから、どんな理由つけようがつけまいが、とりあえずゆっくり進もうが絶対続けようと決めてて、だからいつまでやるのとかよく聞かれるんだけど、毎回言うのは、いや売れるまでやる。でもみんなはもう34なんだから、もっと現実抜いた方がいいよって言われるんだけど、現実って何って思って。確かに。別に俺にとっての現実がそれだから、楽しく生きれてるからいいのかなと思って。やっぱ昔の写真とかを見ると、すごい悲壮感が強くて、もっとげっそりしてるし、本当に今よりも多分15キロぐらい痩せてて、ほんと50何キロで、身長185で、もう飯も食う時間ないぐらい仕事が忙しかったから、もう配送で時間してみたいな。だから今はもう、なんだろうな、芸人やってるとやっぱ、みんなが話してる時に、このただの話をどうやったら面白くできるかなってアンテナ張りながらみんなで話してるから、常にどんなことでもちっちゃいことでも笑いが起きるから、笑ってる頻度が上がったから幸せなのかな、それいいね。笑ってる頻度が高まると幸せになる。そうやっぱ楽しい気持ちになるし、芸人やってない人とかでもいっぱい笑った方がいいのかなって俺は思うけど。そうだね。でそこもまたミソやと思ってて、そこで芸人をやろうって言って、じゃあ自分のコンプレックスにしてるものを出すって相当勇気いると思うんだよね。確かにそうなのか。なんかやっぱ最初は分かんなかったし、言うのすごい嫌だったけど、言った時にお客さんがいて反応があって笑いが返ってきた時に、今までの肩の荷が重かったものがファンってこうすごい溶けた気がして、あれ言っていいんだにそこでちょっと変わって、だったらめちゃくちゃコンプレックスなんていっぱいあるから、いくらでも言うから笑ってくれってなって要は別に笑かすと笑われるって多分2つあって、俺は多分どっちかというとその笑われるタイプだけど、昔はその笑われるっていう感覚がバカにされてるって思ってた、普通の日常だとね。でもこれ面白いのが、舞台に立つとそのフィルターがこう同じことしてて、この人は面白い人だっていうフィルターに変わるじゃん。だから面白い人って思われるんだったら、別に自分の嫌なこととか全然言うよっていう感覚になれたというか、だからボクシングとかも路上で喧嘩してたらただのやばいやつだけど、あのリングに立ってやるからかっこいいってなるじゃん。なるほど。それがまあ舞台だったっていうところだから、舞台でまあ最初にこう出してって受け取ったりなんなりして、あ、これ受けるんだ、これ受けないんだ、これ受けるんだ、これ受けないんだの選別ができた時に、初めてこういうナチュラルな会話の時に自然にその笑いに変わったコンプレックスの部分を落とし込んであげるっていう作業をずっとしてきたのかなっていう。そしたら初対面の人に対する自己紹介とかアプローチの仕方がもうだんだん確立されてきて、そしたらもう、あ、この人こういう人なんだ、接しやすいなとか、こういうのあるんだっていうので次の段階に行けるようになったっていう。やっぱ最初会う時っていい人とか優しい人とか面白い人だったらさ、また仕事したいなとかって思うじゃん。その第一印象っていう部分がコンプレックスを受け入れたことによって改善されたのかな。前はだからそのコンプレックスしかないから、初対面の時に「あ、どうしようどうしよう、あ、言いたくない、あ、国言いたくねえ」とかめっちゃ言ってたし、やっぱ聞かれる時もやっぱすごい顔こわばってたけど、今はもう自信満々に言えるようになったから。ステージに立つっていうのが結構ここで大きな転機だったと思うんだけど、昔からステージに立つとか人の注目浴びるっていうのは好きだったの？高校の時とかに後輩に一人だけそのペルーとハーフのサッカー部の後輩がいて、そいつはスペイン語ペラペラだったから、2人で部活紹介でまず出てって、部活紹介でサッカー部で外国人2人出てきたらちょっとインパクトあるし、まず面白いで、ちょっとそこでクスクス受けてて、でそいつにスペイン語でバーってめっちゃ長く喋らして、で俺が「以上これで部活紹介になります」って「分かんないんででもなんて言ったか聞きましょうか」って言って「なんて言ったの?」っつって「うちの顧問はヒゲもじゃもじゃです」みたいなまず顧問が「お前何言ってんだよ」みたいなツッコミとかあったりとかしてで受けたりとかして楽しいなと思って、その辺からちょっとこう人前に出るのは別に恥ずかしくなくなってきてて、やっぱ負けず嫌いっていうのもあったからリレーのアンカーとかも結構やってて、でなんかそういう目立ち方は意外としたくて、自信あるところとないところの差がすごい激しかったかもしれない。運
運動に関してはすごい自信あったから、もう目立ちたかったし、俺が1位になるっつってマラソン大会とかも1位とかなったりとかしてて、そういう部分での自信とか人前に出るのはすごい良かったけど、やっぱり内面的な部分がすごい自信なくて、でそれが多分顔に出てたから、人と話す時とスポーツしてる時の顔が多分まるっきり別だったから。でそのじゃあ内面的なところが、大人になって芸人になって、少しずつ自信につながってきてるっていう、そうかな。やっぱ人と話す機会が圧倒的に増えたから、結局運動とかもそうだけど、足速くなりたかったら足速くなる練習とかするわけだし、やっぱ人と話すのが上手くなりたかったら人といっぱい話すしかないっていう。そうだね、確かに何か上手になりたいものがあったらもう反復練習するんだね。そうだからそれが、芸人始めた時に舞台上で先輩と話す、同期の芸人と絡む、うまくいく時もやっぱりあるし、こいつとこいつ放送事故だみたいな事故ったみたいな、でもそれを面白くできるやつがいるんだよね、芸人の世界って。やっぱいろんな性格のやつが集結してるから、だからある意味怖くないんだよね、舞台出てても。誰かが面白くしてくれるからいいだろうって思って出ると気楽に話せるんだよね。やっぱみんな飲み会とかで、俺今こうやって思ってるけど、こういうこと言ったらこうやって思われるだろうなって思う人とか多分すごい日本人って多いと思うんだけど、芸人ってそれが言っても誰かが突っ込んでくれるし、誰かがこう訂正してくれるし、さらにボケをかぶせてくるやつもいるし、ある意味何言っても OK みたいなキャラではあるのかなっていう。そう芸人ってフィルターを一個言うとなんかそれが通るから、ハードルも上がるけど会話はしやすくなる。ただその代わり無茶ぶりとかもあるから、そういう部分は俺結構無茶ぶりとか苦手だからめっちゃ滑るんだけど、でも向こうが接しやすくなればいいやと思って、いろんなそのね生活を経て、今はコンプレックスだったものも笑いに変えて自信につなげてるっていうのがすごく自分としてもインスピレーションだし、やっぱりアイデンティティとか自分の自信に悩んでる人にとってすごいいい話だったと思うんだけど、今自信につながる前の自分、ちょっとちっちゃい時の自分にもしかける言葉があったら、それがねまさに今悩んでる人に対して言葉っていうのにもつながると思うから、昔のその自分負けず嫌いで必死に頑張ってる自分に対してかける言葉があったらなんていう？うわー難しいけど、なんだろうな、ありのままで生きなよっていうと思う。ありだけに。ありだけに。素晴らしい素晴らしい。そう、あとは頑張らなくていいから楽しんだ方がいいよっていうと思う。みんながやっぱ頑張ろう頑張ろうって口癖じゃん。頑張るってやっぱちょっと無理してるけど、頑張らなくていいから楽しんでくださいと。ダイエットする時に俺毎回みんなに言うの。こうこうこうであり、なんか体変えたいんだけどどうなの？こうだよって言ったら、分かった明日から頑張るって言ったら、頑張らなくていいから楽しんでねって絶対返信するの俺。そうすると気楽になるって言ってた。素敵。俺の仲いい友達のお父さんがそれを言ってくれてから、その言葉をずっと自分にも言い聞かせて使うようにしてる。それ言われてからガラッと変わったから、あり頑張らなくていいんだよ、楽しみなよって言われて、いいこと言うな。頑張らなくていい、楽しみましょう。そうじゃあうちも今ちょっとビリビリきた。次のお仕事もあることだから、今日この辺に締めにしたいと思うんですけども、大丈夫です。アリさんとつながりたい人は何で検索すればいいかな？インスタグラムとあと TikTok を概要欄に書いといてもらったら、あとお父さんのカレー屋が南大沢でやってるんで、アドマチック天国っていう日本のテレビとかにも出たりとかしてて、すでには俺よりテレビ出てるんでマリオみたいな見た目してお父さんいるんで、大宮のマリオって呼ばれてたんで。大宮のマリオ。そうよし、じゃあ大宮にいるときはぜひマリオさんに大宮のマリオさんにお尋ねください。全部リンク共有いただいたものを貼っておきます。ありがとうございます。今日は改めてありがとうございました。ありがとうございました。